物価の高い国からどうもともさです。前回動画はウルグアイ人気観光地ビーチリゾートプンタデルエステ近辺の様子を動画で紹介。今回はまた日本人バックパッカーが行かない場所、綺麗な海、ビーチ沿いの洒落た雰囲気、たくさんの丘、観光客を退屈させない街ピリアポリスの全体的な雰囲気を野生生活の様子とともに見せちゃう。昨日までとは違ってかなりね波が穏やかなようですね。これがピリアポリスの海、海岸線沿い、そしてピリアポリス、今回の僕の秘密基地はこちらになります。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。こちらで隠れてね住み込んでおります。にょ、どうもともさチャンネルです。現在ねウルグアイにいます。ウルグアイの動画多分ねおそらく3本目になると思うんですけど、ロチャのラ・パロマとかマルドナードのプンタデルエステとか、もうマイナーなところが続いてて、今回はピリアポリスという場所の動画になります。またどこやねんそれって思うんですけど、引き続きね皆さんちょっとね見てもらえたらと思います。個人的なね旅のスタイルとしては、もうねウルグアイの情報をインターネットで探してもみんな同じとこばっかりしか行ってない。コロニアデルサクラメントとか首都のモンテビデオ、ほんまにその2つぐらいしか行ってないんで、今まで僕がね紹介してきたウルグアイの場所に関しては基本的に日本人バックパッカーの9割が行ってない場所だと思います。今回の場所ももう 95% が行ってない場所ですね。自分の旅のスタイルとしてはもう無計画にウルグアイに入国しました。そしてウルグアイの現地人にも聞きましたね、どこがおすすめかって。そしたら結構皆さんピリアポリスって言われてて、でピリアポリス来てみました。で前回までのラ・パロマとかプンタデルエステとかももうほんまに海ばっかりなんですよ。ピリアポリスに関しては海だけじゃなくて丘がいくつかあるんですよね。いくつかあるんですよ。基本的に丘ってね一つの土地に1個とか2個とかじゃないですか。ミラドールとかね、それがなんかいくつかあるんで、ちょっとね可能な限りで登ってみようかなと思います。そんな感じでピリアポリススタート。あと5分だけ寝させて、マジで。はい、これがペンあるあるですよ。このあと5分だけっていうのが1時間に変わります。さあテントを片付けてバックパックもねどこかに隠しました。さあバックパックはどこにあるでしょう。どこにあるでしょう。ここでーす。どうかな、さすがに分かりにくいかな。この場所で火を使うこともできるし、晩ご飯はこの辺で食べても良さそうですね。シチュエーションめっちゃいいやん。キャンプ施設とかではないけど旅人に優しい海沿いの野生生活できる場所って感じですね。ちなみに昨日野生のアシカ見ました。びっくりですよ。アシカみんな見たことある？なかなかのド迫力。もう多摩川のタマちゃんみたいなそんな可愛いもんじゃない。なかなかのド迫力だった。ほんでもってね、ピリアポリスこの町にはセロがいくつかあります。僕が知ってる限りでもセロデルインディオ、セロサンアントニオ、セロデルタンボ、セロデルトロ、ほんでちょっと向こうにセロパンデアスーカルみたいな。結構ねセロはね日本語で言うと丘っていう意味なんですけど、結構丘がたくさんあるんですよ。そこからいくつかね抜粋してちょっとね登って上からのね景色ね見たいなって考えてます。もちろんインターネットね今ないんで、場所とかもねどっから登ったらいいかとかも全然わからないんで聞きながらになるんですけど、住民に。はい、この道を登るとセロサンアントニオに続きます。どこにもセロサンアントニオっていう文字がない。ちゃんとこういう階段があって登りやすい雰囲気になっております。なかなかしんどいよ。卓球台みたいなテーブル。まだまだ頂上じゃないけどこういう絶景が広がってるよ。なんか海の向こうの方ちょっと赤っぽくなってる。おはようございます。いかにも吠えそうなワンちゃんからの女神像。セロサロアントニオ言えてないけどセロサンアントニオまではまだ3キロぐらいあるみたい、おっちゃんらに聞いたら。でこんな感じの道を歩いていってます。はい、こういう道があったら行ってしまいますよね。
ルートから外れます。多分近道、知らんけどな。これが近道じゃなかった時、行き止まりだった時の戻る時のね切なさよ。それ味わいたくないな。近道と信じたい。ちょっとおもろいやんけ。どんな道やねん。わざわざこんな道作ったん。時空がねじ曲げられとるような雰囲気ですね。はい、セロサンアントニオウルグアイ到着。一番下からここまで所要時間30分ぐらいかな。まずちょっと水道蛇口一回探しますわ。自分ドミトリーに泊まってるわけじゃないんで、いつでもかんでもね水が飲めるわけじゃないんで、ちょっと飲み水を探さないと。前回動画に続いてここでもチビーと金額が高い。ゆっくり寝ていいよ。おやすみなさい。おはよう言うてますね。頂上からの景色なかなか素晴らしいですね。絶景。といったら首都のモンテビデオがあります。明らかに長い年月運行していないロープウェイがある。道若干怪しいけど、セロまで一直線つながってそうな雰囲気やなこれ。ってことでいざ進んでみる。1日にセロは2つくらいでちょうどいいんやけど、まあセロデルトロ行っちゃいたいと思います。その前に飲み水探しにフエンテベネス公園っていうのが近くにあるんで、そこ行きますわ。フエンテベネス公園ってちょっと言いにくいな。月曜日の昼間は誰もいないようですね。まあそれにしてものんびりしたような雰囲気の良い公園だこと。いやまさかすぎるって、そんな見落とすよ。旅上級者やろ。こんなところに水道がある。おお、ちゃんと出るよ。セロデルトロへ行く入り口の近くのフエンテベネス公園にて充電完了です。ボルビック。一応セロデルトロはキャンピングもできるみたいですね。もうでもこんなとこでわざわざキャンピングしなくてもいいっすよ。わざわざお金払ってキャンピングするまでもないし、その辺でキャンプしたらいいんよ、テント持ってる人は。僕みたいにね。プラ料は9時から夕方6時まで。入場無料。ブエナスアレス。todo bien。おお、なかなかおしゃれな僕ですね。なかなかおしゃれな僕ですね。まあそんなのどうでもいいわ。何かでかい生き物のように見えますね。眠たそうな目、でかい鼻。もうだいぶ歩いたかな思ったんやけど、ここからって感じの雰囲気ですね。これがなんかセロデルトロを象徴する、何なんだろうな。あ、牛です。牛。ちなみに牛はスペイン語でバカって言います。トロも一応ね牛のことを意味するんですけど、バカとトロの違いは皆さん調べてみてください。これどないなってるん？中から燃やされてるの？ほら、ブエナスアレス。素晴らしいですね。硬い。硬い。おー、なかなか細い階段。これ鉢合わせたら気まずいやつ。渡辺直美でちょうど収まるぐらい。あけぼのだったら通れないですね。冗談じゃなく1日15キロぐらい歩いてますからね、ほんまに。マジでしんどい。険しい道歩いたり、時には重たいバックパック背負って長距離歩いたり、もう条件は様々。かなりの距離を日々歩いています。ラストスパートだ。はい、頂上付近まで来ちゃいましたよ。上がるよ。こういう景色です。
セロデルトロ標高約なかなか景色がいいですね。さっき見たセロサンアントニオがあんなにも小さく見える。こんな感じこんな感じ。いやー最高っすよこの景色は。うわマジでピリアポリスおすすめやわほんま。綺麗な海岸線もあるし丘もたくさんあるし、ウルグアイの絶景ポイントですね。ちなみにあれがサンアントニオ、さっき登ったセロサンアントニオで、その横がセロデルその横がセロデル田んぼ。セロサンアントニオが標高130メートルで、セロインディオが標高105メートル、セロタンボが標高110メートルで、ここが標高135メートルで、そんななんかめちゃくちゃでかいわけじゃないんですけど、めちゃくちゃでかくないからこそ簡単に登れるし、なんか気軽さがあっていいですよね。気軽に登れて、なんか気軽になんかリフレッシュできるっていう。まだまだセロあるんですよね。セロネグロとかセロヒガンテとかで、セロパンデアスーカルっていうのがあって、向こうにそれは標高390メートルぐらいあって、ちょっとでかくなるんですよね。まあでもここからねちょっとだけ離れてるんで行くことはできないですね。こっち側サイド誰一人おらんかったんですけど、向こう側サイド何人かね人いるんで、向こう側サイドの方景色いいかな。ちょっと行ってみようか。だいぶのんびりしました。丘の上でね、寝転んでね、戻ってきました。神々しい金玉がある場所へ。金玉ー金玉ー、すごくなんか威圧感を感じる。いつでもやったるぞ的なね。あいつら仲いい。さっきキスしよったわ。イチャイチャすんな。川崎を左がウルグアイになります。ここウルグアイやろ。さあこれがセンター街なのかどうかわからんけど、海沿いにやってきたぞ。今日は月曜日なんで結構のんびりした雰囲気ですね。おお真っ白な砂浜、きれいきれい。昨日はね3月8日でラテンアメリカの女性の日だったんですよ。なんで結構この辺りでたくさんの女性が集まってパレードとかがありましたね。メキシコでも経験したんですけど結構すごかったですよ。メキシコの時は過激だったな。パレードもいろんな人が集まっとったわ。ちょっとねコーヒーを飲みながら涼しいところでのんびりしたい気分なんですけど、いかんせん物価が高いんでね、そんな簡単にコーヒーを買うことができないんですよね。エッフェル塔発見からのポセイドンネーミングセンスよ、からのドン・キホーテからのマクドナルド。僕が向かうのはマクドナルド。もちろんバッテリー充電のためと Wi-Fi を使うため。どうでもいいけどジャマイカとかラテンアメリカの国のマネキンのおっぱいでかいイメージあるけど、ウルグアイのマネキン心が動揺してちょっとカミカミです。おっぱいが小さいです。ウルグアイのマネキンおっぱいが小さいです。セクシーな水着ですね。まあこんな感じでねいろいろなお店があるんで、まあ買わんけど見るだけでも楽しいですね。この金額見てよ。デザートとドリンク付きで680ペソです。高すぎやって。ニンニク1つだけ購入。ニンニクだけ購入したらお前それだけかよみたいな感じの顔された若い女の子から。そしてここで段ボールを拾うことができます。クッションにもなるし火起こしの役になります。そして夜はここでねなんか食材買うことができますね。せこい男が言う発言。パン買ったんですよ。ちっちゃいパンを4つぐらい選んで買ったんですけど、いっぱいあるちっちゃいパンの中全部なんか一番小さいパンをおばちゃんがパッパって取って選んだような気がする、この4つだけでのべんたいウノペソです。91ペソしました。今まで注文してきたマクドナルドのメニュー史上一番わけわからんもん頼んでしまった。しかも99ペソやし、ソフトクリームが温泉に使ってるみたいな。さっき買ったパン普通にうまいぞ。パンっていうよりかはふわふわのチーズケーキ食べてる。なんか誰かがよくくれるお土産あるじゃないですか。ちっちゃいチーズケーキのふわふわした丸いやつ、あれに似てます。チーズと意外にも歯ごたえのいいベーコンみたいなのが入ってて、外側はクロワッサンの生地、美味しい。そしてねこちらはまあ
カフェの味がするソフトクリームのドリンクって感じかな。ハエのブレイクダンス。2時間半マクドナルドでのんびりしてしまったわ。インターネットが使える環境ってほんまに最高ですよね。マジでもう自分はね SIM カード入れてないんで、どこでもかんでもねインターネット使えるわけじゃないんで、その方が旅は楽しいですよマジで。RPG ゲームのセーブポイントを探すみたいな感じになってるんですよ、雰囲気的に。ここでビュッフェ発見しました。ビュッフェはだいたい990ペソくらいの値段帯なんですよね。初めて知った。でかいけど綺麗とは言えないホテル、アルケンティーノホテル、アルゼンチンホテルです。ウルグアイにあるアルゼンチンホテルです。しかも国旗はなぜかウルグアイとアルゼンチンとブラジル。なぜでしょう。到着ガソリンスタンド。明日このピレアポリスを出発する予定です。でもちろんヒッチハイクねしたいなって考えてるんで、ちょっとガソリンスタンドの前あたりでどうかなってことでちょっと下見に来ました。いけるんじゃないかな。スペースあるし、疲れたらガソリンスタンドで休んだらいいし、ガソリンスタンドで水汲めるし、インターネット使えるかどうかは分からんけど、ピレアポリス波は穏やかなようです。夕方7時、夕焼け小焼け、いい感じの色になってきたね。琵琶湖から見える夕日と同じくらい綺麗ですね。これ写真撮影してる人はみんな観光客かな、それともウルグアイの地元の人たちかな。それにしてもね、ここ最近で一番綺麗かもしれない。夕日が沈んでる。おとついかな、昨日とかね、もうほぼほぼ毎日ねブラジルからずっとこの景色見てるんですけど、こんだけ綺麗なのも久しぶりやわ。めっちゃ綺麗。熱っ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 。そしてお待ちかねの今日も見ていますわ。すごい迫力やなマジで。これ以上近づいたらやられる。まだ彼の円には入っていません。呼吸してる。怖いマジで怖い。寝ている邪魔をしたくありませんね。怖いっすわ。すごい見にくいけど、あそこにね 2,3 匹いますわ。ここにベターって寝てます今吠えました。そしてなんかおしっこしてる。あれ待てをいただきました。もうルースや。やばい。テントのところね帰ってきたんですけど、自分が隠したサンダルどこに置いたか忘れた。マジでない。いやあるはずないけど分からん。これがね僕のね木賃のキッチンです。こんな感じで火起こししてるよ。そば飯みたいなの作ろうかなと思ってね、カップ麺と白ご飯を混ぜるだけなんですけどね、今野菜とかもちょっと入れました。腰は微妙。完成しました。ラーメンライスで、ラーメンの下にご飯があるよね。美味しいかどうかは知らん。おはようございます。今日も今日とて僕の家のキッチンでトモズキッチンを開始させていただきます。朝ごはんを作るよ。できた。料理は人を幸せにするもの。コーヒーと昨日の残りのラーメンご飯、ガーリックチャーハン。スーパーマユです。おいしいさ。シチュエーションが最高すぎる。はい、動画ご視聴ありがとうございました。にはねまだ早いんですけど、ピレアポリスこんなもんですよ。で前回前々回の動画も自分ねこの海を中心に撮影したんですよ。ウルグアイ。やっぱねウルグアイの楽しみ方は海ですよ。海。他の YouTuber さん結構ねモンテビデオとかコロニアデルサクラメントの様子動画アップロードしてると思うんですけど、あんまり海っていうイメージがないと思うんですよね、その辺で。他のところに行ったら海が
ね綺麗で泳ぐことができますっていうのをちょっと伝えたいっていうのと、前回前々回海が多かったんで、今回はちょっと丘を中心にちょっと動画作成してみました。ピリアポリスは周りにねたくさん丘があるんで、海ばっかりでちょっと飽きたなと思った時はピリアポリスに来て、もちろん海も楽しめるし、丘に登ったりすることをおすすめします。でもう一日もしあったら、自分はパンデアスーカル、セロパンデアスーカル登ってましたと、あとウォーターフォールパークっていうのと、チャーチオブピリアっていうのと、あとフランシスコキャッスルみたいな感じの場所があって、そこも行ってたかな。そんな感じですね。ピリアポリスに関してはこんな感じで、次ねアトランティダっていうところに向かうんですけど、アトランティダはちょっとねおまけとしてちょこっと動画撮影して、この後アトランティダの様子を見せたいと思います。アトランティダに関しても地元民かなりおすすめしてました。モンテビデオの近くなんですよ。モンテビデオのちょっと手前なんで、モンテビデオ行くついでに行けるんで、そこもねちょっとね動画見せたいと思います。コーヒーで乾杯、おっぱい。ピリアポリスからはバスを使わずヒッチハイク5回で到着。アトランティダでは実はこのような施設で泊まらせてもらってます。施設というかもう人んちやけどなであそこで見てる犬がね超凶暴なんよ。もうねここ最近出会った中で一番強そうな犬、いかにも襲いかかってきそうな犬で、あれ今日めっちゃおとなしい、めっちゃおとなしいです今日。見て、ずっと愛用している通称友達ペットボトル死んでしまってるわ。現在3時45分なんですけど、今この敷地内にその女性の方、マルセラさんって方がいて、その息子さんと、あともう一人バックパッカーかな、もう一人男性のね人がおるんですけど、僕面識ない人で、みんな寝てる。3時45分やばい、寝すぎちゃうこんな感じで彼女の家にテントをね張らせてもらってます。現在はねアトランティダのやや郊外のちょっと田舎チックな場所にいますね。で今から歩いてちょっと海岸線沿い、アトランティダ、今日はねアトランティダのね魅力をね皆さんに伝えるためにちょっと街を散歩、ぶらり旅してみようかなと思います。写真を使いながらちょろちょろね説明していくんですけど、今回ねマルセロさんの家にちょっと招待させてもらってて、これどうやって見つけたかというと、ともさやチャンネルグループ海外事業部の師匠兼撮影部長のエリザベスがちょっとね見つけてくれたんですよ。パラグアイとかウルグアイとかアルゼンチンとかその辺かな、その辺でバックパッカーのねグループ、Facebook のグループかな、その辺僕もあんまりねよくわからないんですけど、そういうグループみたいなのがあって、そこでそのマルセラさんがウルグアイのアトランティダに来た時はうちの庭を使って、テントとか張ってもいいよ、もちろんテント張る費用とかは無料ですみたいな感じ、もちろんシャワーとかそういう電気とか全然キッチンとか使っていいからねみたいな感じの雰囲気なんですよ。電気代とか水道代とかそういうのはもちろんかかるんで、その分は払ってくれてもいいし、気持ちに何かで恩返ししてくれてもいいしみたいな、そんな感じでFacebookじゃないか、このバックパッカーのグループに出してたみたいで、それを見つけてくれて僕に紹介してくれました。そんな感じで今ねマルセラさんのね家にね滞在しているような雰囲気です。まずは写真ストップ、エルアギラ、はい、エルアギラ到着、凛々しい後ろ姿。さあ前からちょっとねエルアギラの顔を見ましょうか。なかなか面白そうな動物がいるみたいですね、このビーチには。相変わらず風強めなウルグアイアトランティダのビーチです。そして斜め前からの角度でアトランティダのおすすめの場所はどこですかって聞いたんですよ、現地在住の人に。そしたらエルアギラとしか返答がなかったってことで、アトランティダのおすすめの場所終わり。もう先にね感想言うときますわ。アトランティダね首都モンテビデオから近いんですよ。首都モンテビデオにもねもちろん
ティダに行って、この広いビーチでのんびりしたい、人も少ないんでのんびりしたいっていう人が来るような場所ですね。もっと分かりやすく例えると、大阪にももちろんビーチってあるじゃないですか。ただ大阪に住んでる人が、いや大阪のビーチ行くんだったらもうちょっと足運んで和歌山のビーチ行こうよ、そんな感じのイメージです。自分もでも大阪住んでる時はね、ビーチ行きました。三崎町丹野和っていうところがあるんですけど、あそこでね、グループみんなで音楽かけながらバーベキューしながらビーチバレーで遊んだり、終わった後はみんなでスーパー銭湯行ったりしてはしゃいでた時もありましたね。ほんまに青春ですよ。ちょうどいい風ですよ。この町アトランティダのセンター街に到着。まず自分はマクドナルドを探してインターネットを使わせてもらうことから始まり、センター街なだけあっていろんなお店がありますね。そしてマクドナルドを発見したので早速向かいたい。常にインターネットが使えるわけじゃないんでね、僕にとってのセーブポイントです。マクドナルドはアトランティダ無料の公衆トイレもあるようだってことは、旅人には少し優しいのかもしれない。おい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 、間違えて踏んでしまうぞお前、そこは邪魔だって。こいつはちゃんと端っこにおる、偉い。それ意味あるのか。おそらくここね、夜の10時半にこの場所に来て、朝ね6時半にここを出発したら一晩ね、この場所で夜を過ごせると思います。このロヘールバレット通りっていうのがあって、そこにね結構こんな感じでたくさん出店出てますわ。絶対買わんけどな、もうウルグアイの物価でわざわざね買う必要がない。でも一応値段とか聞いてみようかな。いやめんどいか。あれ意外にも安いぞ。赤ワイン100ペソ。グラシアスpero buen precio. Sí, 100 pesos. 200 pesos。あれ意外にも安いぞ。800円ぐらいやろ。意外にも安いぞ。自分未だにユニクロのパンツ使ってるんで、普通に日本出発する前に買うたやつなんですよ。パンツ2年半前からずっと同じパンツ使ってます。綺麗よ。こういうズボンちょっとバックパッカーチックでいいっすよね。こういうのね好きっすわ。こういうのことで折り返します。暇人やな。前歩いてる人くっそ細いけどおけつプリプリ、知らんわそんな。可愛い子ちゃんが集うよ。こんな感じでどんどん歩いていきましょう。スーパーより安い野菜見つけたんでお芋さん2種類購入したよ。コンガですコンガというゲームをマテを飲みながらやってます。こんにちは。セラさんが僕のためにね、なんか T シャツプレゼントしてくれました。しかも意外とデザインかっこよさげ。ありがとうございます。最後はこの犬ともねかなり仲良くなりました。やっぱりちょっと怖いなバイバイって感じでね、今回の動画ご視聴ありがとうございました。ピリアポリスとアトランティダの動画でした現在夕方6時半で、今からモンテビデオに向かうんですけど、首都のまた滞在先がアミーガの家なんですけど、ちょっとね危険なエリアらしくて、彼女らに話したらそこやばいってみたいな感じで言われて、で今からヒッチハイクしたら多分ね到着するの確実に夜なんですよ。今6時半なんで8時9時になるんですよ。どうなるか分からん。到着した時に真っ暗で危険地域やばいよな。次回ともさえチャンネル、ウルグアイの首都モンテビデオ。今回は珍しくウルグアイに住んでいるセニョーラたちと一緒に行動しているので、モンテビデオの観光地からローカルな場所までいろんなところを案内してもらったよ。さらにウルグアイ人の家に滞在させてもらっていたので、かなり有意義でのんびりとした時間を過ごせました。